綺麗だね。わあ、こっちも両側赤い橋綺麗ね。わあ、空へ羽ばたくような形です。雨の予報だったけど晴れてます。ということで平戸に入りました。平戸に入りました。わあ、海が綺麗。すごいね。平戸。ああ、海が綺麗。水が透き通ってる。ああ、平戸の海です。ちょっと南国風ね。フェニックスがあります。水星湖。本当だ。水星湖の像がありました。いいとこだね。あと島が素敵ね。あれ厳島？すごい急なカーブですね。両端が綺麗に見えますね。そうそう。だからこうやってほらクジラ取ってきてこうやって連れてきて、すごいね。昔の人すごいよくできてるこれね。彼が使ったセンス見てくれ。すごいね。大きいね。名前にちゃんと、うわ、この人？うわ、すごい。読んでこの人。大男って書いてる。見て見て。大男。ただ相撲史上一番大きい力士です。すごいね。こんなに大きい。
27センチあったんだ。これもママにお見したい。これ本当に実物大？そう。すごい大きい。実物大。すごいね。足がこんなに大きい力士いないんだよ。すごい。でもハンサムだね。わあ、手が見て。だから顔が結構ハンサムなんだ、ほら。本当にこんな大きい手が。隠れキリシタンの中になります。すごいね、ここ。こんな感じで昔からのザベール神父が1549年に日本で初めて布教が始まりました。キリシタン禁制だからね。固く禁じるだからね。隠れなきゃいけなかったということです。どうですか？すごいね、やっぱり歴史を感じますね。今のロザリオとか、隠れてその木の中にね、十字架を入れたり、だけど信仰がやっぱり強かったんだね。ザビエル神父が初めて来たのが1500これね、書いてあるね。お数珠みたいな感じで使ってるの。1549年に一番最初に日本で、そのクリスチャンの布教が始まったって、これすごくない？これだ踏み絵、教科書で習ったよね。これを踏めって言われてさ、踏んでくださいって、この踏み絵がこれなんだね。踏み絵、こういうふうにやったんだ。本当に踏み絵ってあったんだって聞いていたけど、こういうのを踏まされるわけだね。これはなかなか踏めないね。すごいよ。あるいは相手の定めの自分に申し上げるとの不法な罪においては許すための愛の上にある女は実相の発信な先を申せ。本日7月13日午後3時からここ行きましょう。今日中央公民館において親と子の集い七夕フェスティバル。大気園さんのあぶだしラーメンに挑戦します。来ましたあぶだし。こちらが海鮮。すごいね、美味しそう。いい香りがしているよ。いただいてみます。初めて
てあごだしラーメン。ほらスープが透き通ってる。あ、美味しい。あごだしのね、その、しっかりとしたお出汁が出てる。大正解。なんかお出汁がね、すごいしっかりしてるんだよ。あごだし効いてるし、なんか全然味の素の味がしなくて、本当に。石の教会、丘の上の教会、青い海が見える教会、山田カトリック教会。子供たちの安全になって。すごいね、本当に教会。あそこにマリア様がいるし。心が洗われるような感じで、なんか何も心配しなくていいよって言ってもらった、そんな感じがしました。これは綺麗に行き着き橋が見えます。この形、なんとも言えなく魅力がありますね。思わずじーっと眺めちゃいます。ビデオで撮りきれないぐらい美しい。お天気がね、持ってくれたので。放牧してる、さっきからなんか動物注意って牛のマークが出てきてと思ったけど、だからちゃんとケージみたいになってる。されてるみたい。それならいいけどね、急に牛が出てきたら焦っちゃう。綺麗な道に、本当にここはサンセットストリート。ところどころね、海が見えるのがちょっとかなり激しい景色だね。今まで見たことのないような。ほらほら出てきた。ほらこの牛の看板、気をつけて。いるどこに？本当だ、牛がいた。家族で、うわ、結構いた。あらら、ちょっと待って、すごいいっぱいいた。うわー、ご家族で何より、あそこにちゃんとお世話してる方が一緒にいらっしゃる。すごいね、放牧。すごいな。だからこの牛のサインがあったんだ。ほら、牛に気をつけてっていう。穏やかな音が聞こえます。いくつきといいとこですね。もう目で見ると、肉眼で見ると映るよりもっともっと海が穏やかで綺麗です。走りながらもうすごいね。東シナ海。本当だね。もうすごいね、水平線がさ、こう丸く見えるような気がする。この崖
手みたいになってるさ、このごい厳しいのがさ、出雲の日の岬灯台行った時にこういうとこをバスで通って行ったんだけど、思い出しますね。すっごい濃い、これがす濃ゆいし、色がねグリーンの、これなんか岩がすごいね、この岩盤。ごい岩の上にさ、ねえ、なんかアートっていうか、すごい芸術性を感じるね、この岩は。池っていうか、わびさびの世界ですね。すごいわ。このなんて言ったらいいの、この岩肌がね、鷹の巣。すごいよね。鷹の巣トンネルに入ります。全く明かりがない、真っ暗で怖い。トンネルを抜けました。いくつき大橋が見えます。はい、ありがとうございました。いくつき、行きつきなのかいくつきなのか、ごめんなさい、今わからないです。行きつき、あ、本当だ、行きつきだった。行きつきでした。行きつき大橋でした。今日のお宿に着きました。月月庵さんです。楽しみですね。やりましたね。よかった、荷物出して雨でよかったね。いい感じだね。広いですね。こちら。うわ、綺麗綺麗綺麗。素敵なところです。いいですね。してたけど、お宿に着きました。はい。素敵ね。綺麗だね。素敵なところですね。ありがとうございます。お庭が綺麗、いいですね。ねえ、こっち来る時も素晴らしく綺麗でした。やっぱ来た瞬間は撮らないとね。もうほら、あれだ。うわ、ちょっと霞んじゃってる。はいはい。でも綺麗です。雨が降ると霧の中に入っちゃうから、ああ、ね、今まだ見えてるからカットしてたらすごい綺麗ですよ。色がものすごく綺麗ですね。雨が降ってる時は筋がございます。そしてこのお食事会場がこちらの桜ホールです。はい、一番近いお部屋です。ありがとうございます。いいね、ここね。そうが良くて。静かですよ、山の上で。寂しいかもしれないけど。寂しい。帰って。はい、そうだ。はい。いいですか。素敵。こちらです。ありがとうございます。これが反転になってます。あちらの方に浴衣はね、お風呂場の方に置いてる。そして Wi-Fi はこれ見てパスワードに入力されてください。冷たいお水と、あとね、ここにお茶のセット。お茶のセット。あ、ベッドがいいですね。お水は入れてあるからコンセント入れられてください。お水で。そしてね、冷蔵庫は今空だからコンセント入っておりません。左手にスイッチありますからね。お願いしますね。ここですよ。わあ、素敵。これが平のですね。広い。これね、かけ流しじゃないんですよ。お庭があります。いいね、このお庭でちょっといっぱい飲めるっていう綺麗な景色を見ながら。
だね。氷の音とこの風の音。暑い。うわ気持ちいいです。これね、ここ温泉がないんだけど、温泉運んでここで沸かしてるんだって。すごいね。気持ちいいです。お部屋についてるからさ、いつでも入れる。最高だね。今からご食事です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、すいません。はい、すみません。右手の方にお進みください。左に行ってください。ありたいねえ、嬉しいですね。見てこれ、お刺身がほらこんなで、やっぱお昼お刺身食べなくてよかったら、こんなになんてさっき説明されたけど全部忘れちゃった。すごいね、私何と何と何って聞いたんだけど全部忘れちゃいました。書いたんじゃないの？書いてます。いただき、ちょっと待って。全部忘れちゃいましたね。でこっちがね、ご主人さんが向いてんのね。ご主人さんに向いてますよ。いただきます。いただきます。こうやった方がいいのかな、なんか美しく。おいしい梅そうめん。梅そうめん。最後みたいな梅そうめん。梅だよ。梅の梅そうめんだよ。ローストビーフじゃないかも。おいしい。なんだって。かといってね。おいしい。おいしい。すごいです。すごいね。なんか美味しい。これで全てですね。はい、どうも。ゆっくりお休みください。はい。ここに来るなら7月ですね。8月は暑いと思います。7月は本当にいいですね。もう涼しいもん。ねえ、最高だよ本当に。なんかすっごい気持ちいいし、いいね。なんかもうここの水源から最高だね。カメラマンさん。涼しい。今日は涼しいね。ちょっと雨降ってるんですけど、今日は長崎地方は大雨だそうです。お部屋はここのあじさいというお部屋でした。朝ごはん食べに行きます。はい。おはようございます。今日の朝食はエボダイかな。お魚とサラダとこれ煮物ですね。これはこっちで紹介します。ちょうどいい感じ。いただきます。出来上がったら美味しいかな。ようやく朝にぴったり。カメラマンさんがにこやかでございます。どうですか？もう朝食、旅館の朝食っていう感じだよね。私の得意な時間です。ちょっと小ぶりになりました。
ありがとうございました。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time! バイバイ